ジャパニーズ with TLS をご覧の皆さん、こんにちは。 TLS 関です。いつもジャパニーズ with TLS をご覧いただきありがとうございます。今日も留学生の皆さんに話を聞いていきたいと思うんですけど、皆さんこれが理由で日本が好きになった、もしくは日本語を勉強したいと思ったっていう人は多くいるんではないでしょうか。今日のテーマはせーの、漫画大好き留学生イエーイ。はい、皆さん漫画が好きすぎて日本に来たんですよね。確かにはい、いいお返事ありがとうございます。漫画が好きすぎて日本に来た留学生が何を目指してどんな目的で日本に来たのか聞いてみたいと思います。ジャパニーズ with TLS をご覧の皆さんも、これから留学したいと思っている皆さんもきっと参考になると思うので、皆さんに漫画について愛を語ってもらいつつ、夢や目標、それに向かって何をしていくのか聞いてみましょう。それでは今日お話ししてもらう2人の留学生に自己紹介をしてもらいます。お願いします。はい、タイから来ましたトウです。アメリカから来ましたマリです。本当は今日もう一人マイヤーさんがお話をしてくれる予定だったんですけど、ちょっと予定が合わなくて来れませんでした。残念です。はい、残念。ここら辺にいるかな。マイヤーさん見てる。今日はマイヤーさんの分も2人に頑張ってもらいましょう。実は私漫画やアニメについて詳しくないんです。日本人なのに？日本人なのに、そうですよね。もったいないですよね。なので今日は2人にアニメや漫画のことを教えてもらいつつ、いろいろ何かわからないことがあれば質問をさせてもらいますね。はい、動画を見ている皆さん、漫画を好きな人もそうでない人もきっと楽しめる内容になってますので、最後までお付き合いください。お願いします。皆さんの国にも漫画やアニメが好きな人たくさんいると思うんですけど、日本に来ようと思ったきっかけは何？私はアニメが大好きでよく読んでしました。タイで食べていたお寿司や牛肉も好きです。自分でタイでレストランを作りたいと思って日本に来ました。来年は私は専門学校を勉強しました。料理の勉強をするんだね。ちなみに専門学校はもう合格したの？合格しました。東京ベル北製菓調理専門学校というところです。おめでとうございます。すごい。ありがとうございます。日本の専門学校って本当にいろんなことが勉強できますよね。卒業してからも取れる資格がたくさんあるし、日本では例えばフランス料理の専門学校だとか、多分タイの料理の専門学校もあると思うんだけれども、タイには日本料理の専門学校はあるんですか？タイでは専門学校料理がある。でもちょっと違うと思います。専門学校のタイはビジネス会社だと思います。でも日本の専門学校はいろいろなたくさんあります。そうです。そんな感じです。そうなんだ。日本の方がどちらかというと幅広いんですね。そうです。面白い。マルさんはなんで日本に来たの？私は実は父さん一緒です。実は日本の料理はそんなに好きじゃないが、漫画が大好きです。レイブという漫画、きっかけです。その漫画のおかげで私は漫画家になりたいです。実は
その漫画のおかげで、もう少し私も、TCA という専門学校に行くことにします。その漫画で、その専門学校で漫画家を勉強することにします。今はまだ日本語を勉強しているんですが、ほぼ毎週その専門学校に行っています。体験授業を、していますから、今はネームということを作っています。マルさん、ネームって何ですか？ネームは、うまくない絵を描いて、ストーリーを作るために、そのネームは、漫画家は早く描いて、あとはうまく作るために。そんなことしてるんですね。もうそんな本格的なことしててすごいと思います。いや、そうではないです。今は、本当に漫画を作りたいですから、専門学校に入る前ネームを作ったら本当に嬉しいです。本当ですね。本格的なことができると本当に嬉しいですよね。そうです。この東洋言語学院では大学院、美術大学、専門学校、就職を目指す学生が多いんですけど、マルさんみたいにアート系の学生も多いよね。その他だとデザインとかアニメーターも多いかな。父さんみたいに直接目標は漫画に関係なくても漫画やアニメ大好きな学生もたくさんいますよね。はい。 TCA は東京コミュニケーションアート専門学校のことだったよね。そうです。 TLS は父さんの行く調理の専門学校やマルさんの行くアートの専門学校なども同じグループになっているので気軽に体験授業ができちゃうんですよね。なので最初は目標が決まっていない人でも体験授業を受けることで目的が決まったという人も多くいるんです。それでは皆さん早速アニメについて語ってもらいたいと思います。はい、しましょう。2人が日本の漫画を好きになったきっかけは何ですか？アメリカで、アニメはそんなに人気がないですが、まだアニメが好き人はいっぱいあると思います。そうだけど、アメリカでアニメを見たら急に止まることは、そんな、ことがあります。例えばリッチとか悠々白書、そのことは大変ですから、私は昔は漫画を読んだらいいと思います。実はやっぱり漫画の方が好きになりました。絵の方がうまいと思いました。なるほど。途中までアニメで見ていたけれどもそれが止まっちゃったから、漫画を見始めたんだね。そうです。アニメより漫画の方が絵がよく見えて好きなんですね。そうです。漫画家になりたいこそ。なるほど。とってもいいと思います。はい。父さんのきっかけは？私は子供の時、友達があまりいないと思います。母はちょっと心配しました。母は、パソコンと漫画を描いてくれました。私は、漫画が好きと思います。後で、これは何ですか？これは何ですか？これはドラえもんですと言いました。友達のドラえもんはのび太ですね。のび太はいつもドラえもんと言いました。楽しかったですね。好きで、それから私は漫画が好きと思います。これは
理由です。なるほど。日本にも結構外で遊ぶの苦手だなとか、あまり友達と遊ぶよりは一人で行った方が楽だなっていう人多いんですよ。そうですね。父さんのきっかけはじゃあお母さんがくれた漫画だったんですね。とてもいいと思います。じゃあ皆さん初めて見た漫画アニメは自分の言葉で見ましたか、それとも日本語で見ましたか？はい、確かにアメリカで英語で漫画を読みました。アメリカで日本の漫画はちょっと高いですが、日本語で買うことができます。だけどそのことはかっこいいと思いますが、みんなは日本語は全然読めないからはい、その通りです。そうか、じゃあマルさんは初めて見た漫画は英語で見たんだね。はい、英語だけです。父さんは？タイでは漫画が有名じゃないと思います。でも今タイではアニメがめちゃめちゃ多いですね。鬼滅の刃がタイ人は一番好きですと思います。徐々にタイではアニメとか漫画が多くなってきてるんですね。そうです。父さんも最初は日本語じゃなくて自分の国の言葉で漫画見ていたんですね。そうですね。でも2人とももう日本語勉強しているので漫画日本語で読んでますよね。いや、そうではないです。なんで？悪いですか。実は日本に来て以来、毎日日本語は、よく勉強していますから、漢字は振り仮名があれば、悪いと思います。それで、本は振り仮名なし本だけ読みます。悪いですね。もう皆さん日本語勉強してると思うので日本語でチャレンジしましょうね。はい。そう。2人が日本の漫画を好きになった理由はやっぱり自分の国とか別の国とは日本の漫画違うから選んだんですか？そうです。実はアメリカで漫画じゃなくてもコミックということがあります。多分知ってますか？コミック。多分。そのことはDC とマーベルのことです。だけどこれは、漫画に比べて全然違います。アメリカでそのコミックは、一番大切なものはストーリーです。実はコミックの映画を見る人はストーリーに、気にしなくてもキャラクターだけ好きですけど、コミック、ばっかり読んでいる人は、ストーリーは一番大切なもの。日本でいつもみんなはキャラクター一番好きです。なるほど。アメリカではストーリーが重要だけど日本ではキャラクターがメインになっているんだね。そうです。父さんは？タイの漫画はあんまり有名じゃないと思います。タイ人は、皆さんがフィクションがよく読めましたと思います。なるほど。タイでは漫画よりも小説、フィクション、小説が多いんだね。そうです。しかも小説を読むのは女の子が多いんだ。そうです。なるほど。そうだよね。日本でもやっぱりストーリーよりキャラクターが強かったりします。主人公じゃなくて他の脇役だとか、あとは敵のキャラクターがメインになって映画を作るっていうなんてこともありますよね。だからそれを他のキャラクターを知ることによってさらにその漫画が好きになってストーリーもさらに深く知ることができるんですよね。そんな漫画大好きな2人が選ぶ好きな漫画ベスト3を教えてもらいましょう。まずは2位と3位から1位は後でのお楽しみです。それでは2人に日本語と自分の国の言葉で
好きな漫画にサインを書いてもらいました。せーのじゃんで見せてくださいね。はいいきますよ。せーのじゃーん。おー、じゃあそれではそれぞれ日本語と英語で読み上げてください。一緒ですけどさんはリーチという漫画、英語で Bleach、これは悠々白書と悠々白書英語も同じ発音なんですね。同じですね。面白いです。この2つを選んだんですか？悠々白書はちょっと特別だと思います。簡単なストーリーだから本当に好き。ブリーチはかっこいいですか？なるほど。主人公はどんな主人公なの？これはイチゴ。これはユウスケです。はい。キャラクターはどんなキャラクター？イチゴは全然気にしない人だけど、なんか友達を守るために本当にかっこいいです。悠々白書は、ヤンキーです。そうなんだ。でちょっと強かったりちょっと悪い主人公が好きなのかな？本当に悪いです。はい。面白い。なるほど。父さんは？私は3番は僕のヒーローアカデミア、英語は My Hero Academia、2番は進撃の巨人、英語は Attack on Titan。なぜ好きですか？進撃の巨人はアクションがたくさんありますと、キャラクターはかっこいいと思います。進撃の巨人はストーリーはちょっと難しい。難しいはキャラクターが話したとき、なぜなんですか、どうしてなぜどうしているのとその感じです。難しい内容なんだ。そうです。それでもハマっちゃったんだね。はい。面白い。進撃の巨人好きな人多いですよね。そうです。なんでサインが僕のヒーローアカデミアなんですか？私はマーベルが好きです。ヒーローアカデミアはマーベルみたいと思います。ヒーローアカデミアはアクションがたくさんあります。狂術の巨人がもうたくさんありますね。ヒーローアカデミアはキャラクターがかわいいねかわいいと思います。理由がです。これの理由です。なるほど。ヒーローアカデミアのキャラクターが好きなんですね。そうです。主人公は本当に特別だと思います。そうですね。そうなんだ。じゃあ皆さん結構漫画好きの人は知ってる人が多いのかもしれないですね。2人とも見てどう？知ってる？知ってる。この漫画は本当に人気がありますから。私は3番だけ知ってる。2番は知りません。そうなんだ。ちょっと古いですから、多分ハンターxハンターしてる？ただ知っている。でも見たことがない。そうですか。残念ですね。私も見たことがないので、父さんも一緒に見てみましょう。寂しい。ね、すごくいい漫画たくさんあるんですけど、著作権の関係で映像を出せないのが本当に残念です。そしたら次回皆さんの1位を聞いていきたいと思います。 YouTube をご覧の皆さん、知っている漫画、知らない漫画あったと思います。知らない漫画があった人、気になった人はぜひ調べてみてくださいね。さて次回は2人の好きな漫画第1位、また好きなシーンについて、あとは2人にとって漫画とは何か、そして最後に日本の漫画を知らない人にメッセージをもらおうと思っています。盛りだくさんの内容になっておりますので楽しみにしてくださいね。次回も見てくださいね。お楽しみに。